事業家を目指す皆さんには、こんな悔しい思いはしないでほしいとの願いから、世話人の経験をお話しします。今回は、元請けのむごいピンハネ、暴露します。それって架空請求じゃないか、です。いいんですよ。どれだけピンハネされても、それは問題じゃないんです。大きな仕事は、我々のような、小さな会社は、簡単には受注できないんですからね。そりゃあ、大きな会社に、元請けになっていただくのが、当然といえば当然。発注する方だって、安心できる大きな会社に発注するしかないですよね。でもね、これは許せない。詐欺じゃないんですか？もう昔の話。とっくに時効でしょう。だから、暴露します。私たちは、小さな会社でしたが、幸運なことに、大手企業との取引が多くありました。ある時、それは名門の大手企業から、1年間を費やす開発依頼をいただきました。我々は、プログラマ5人が専属で担当することになりました。発注元は、日本政府です。公共事業です。私たちのような小さな組織では、到底直接に受注できる規模ではありません。国の発注は、国民の血税が支払いになります。元請け企業は、国の経費、要するに、暴利が得られる仕事、なんて考えを持っているようでした。でも、それは、それで、そんなに、問題にすべきことでもありません。政府は、規模と実績から信頼できる名門企業に、高い金額で発注するのは、やむを得ません。元請けは、なるべく安く、技術が高く、指示に従順な下請けに発注するのも、当然でしょう。ところが、その後分かったことに、元請けのエンジニア10人が予算に組み込まれていたことです。そのエンジニアの金額たるや、1年間で、とても大きな金額です。皆さんは、それとても、やむを得ないことかと思うでしょうが。実は、それだけではないのです。暴露します。そのうちの7人は、全く、この事業に携わっていないのです。要するに、幽霊メンバーです。少なくとも、私たちは、会うことがありませんでした。これには、驚きました。架空請求じゃないんでしょうか。私たちへの発注額より多額です。こんなことが許されるのでしょうか。こんな大手名門企業が、正々堂々と、こんな、ずるい仕事してるなんて、ショックです。何はともあれ、知らなかったとしても、こんな仕事の片棒を担いだことになってしまったのも、悔やまれます。起業家を目指す皆さんは、こんな大手企業をお手本にしちゃダメですよ。信念を持って、正しく事業を推進してください。皆さんの事業が成功するために、チャンネル登録をしてください。また、関連するコンテンツで、さらなる学習に挑んでください。